こんにちは、アレスチャンネルです。今回は自分の人生に出会うために必要ないくつかのこと。著者は思想家の若松英輔さん。人生で悩んだり迷ったりした時にぜひ読んでもらいたい本です。この中から5つの随筆集をご紹介します。沈黙の世界、沈黙の力。意味には深みがある。難しいことではない。ある人の語ったことが数日、あるいは数年、さらに言えばその人が亡くなって初めてありありと感じられる。そんな経験は多くの人にあるだろう。自分は浅い意味にしか触れ得ないまま毎日を生きているのではないかと、そんな問いかけを感じることもある。言葉には辞書的な意味である辞義だけではなく、秘められた意味である秘義がある。人は日常生活で時と場合を選びながら辞義と秘義を絶妙に使い分けている。辞義は社会的なものだから勉強もでき、辞書などを調べればその内容も確認できる。だが秘義は違う。それは勉強の拉違いにある。秘義は生き、経験され、体得されなくてはならない。秘義には多くの場合、言葉足り得ないことが意味として宿っている。人はそれを何であるのか言えないことが多い。他者の言葉を辞義だけで理解する。そこには正しい理解は存在する。学校の試験では辞義が理解できればそれでいい。しかし、誰かとの間に友情や愛情、信頼を育もうとするとき、辞義で結びつく関係では不十分である。秘義を分かち合うことができない場合、関係はあるところまでしか進化しない。つまり、語り合わずともつながっている実感がなければならない。思っていることがあるなら言ってほしい。言葉にしなければわからない。そんなことを自分も言ったことがあるし、誰かが言うのも聞いたことがある。全くその通りで本当のことだ。しかし、こうした発言が飛び出したとき、人間関係にひびが入ることがあっても、深まることは少ないのではないだろうか。言ったことだけを理解するとき、人は辞義の世界から一歩も出ていない。秘義に向かって開かれるとき、おのずと沈黙に寄り添うようになる。作家の石牟礼道子さんと晩年しばしば会う機会があった。様々なことを話したが、真に忘れがたいのは、介護施設の部屋で二人きり、黙って過ごしたひとときだった。石牟礼さんは病のために思ったように話せなくなる時が時折あった。ある日、話している途中で調子が良くなったように見えたので、看護師を呼んで石牟礼さんの体を横にすることにした。看護師が部屋から出たので、今日は私もこれで失礼します。と言うと、石牟礼さんが、せっかくなので、もう少し、と消え入るような声で言いながら、ベッドの布団から細い手を出した。何も考えず、その手を握り、しばらく沈黙のまま二人で時間を過ごした。30分ほどだったのかもしれない。無音の会話が自然に終わったような気がして、彼女の部屋を後にした。武者小路実篤が沈黙の世界と題する一文を書いている。そこで彼は、言葉の世界に住んでいると沈黙の世界が懐かしくなると言っている。沈黙の世界こそがふるさとと呼ぶべき場所であることを強く思い出させてくれる。武者小路は多作な作家だったが、画家としても多作だった。彼は多くの言葉を書く必然もあったのだが、苛烈なまでに絵を描かねばならない理由もあった。絵を描くとは彼にとって沈黙の世界に生きようとすることだったのである。先ほどの一節の後に彼は、絵の世界は沈黙の世界だ。言葉は必要がない。言葉の表現は考える必要がない。
嘘を言う必要のない世界だ。と言葉を継いでいる。沈黙の世界は懐かしいだけでなく、嘘のない世界であるという言葉に触れたとき、真実に胸をつかれたような思いがした。彼は言葉の世界が嘘の世界だと言いたいのではない。しかし言葉の世界に嘘が混じりやすいことに説明はいらないだろう。人は言葉から容易に離れることはできない。黙っていても心の中では言葉が渦巻き、眠っていても夢の中で言葉はその活動をやめない。そうした時間は必然的に嘘を伴う。一日の中でどんなに短くても嘘と関係を立てるひとときを生まねばならない。嘘のない場所に立つとき、人は自らの人生に宿った意味の深さもまた感じ得るのではないだろうか。美とは己に出会う扉である。本がうまく読めなくなるときがある。書いてあることは理解も記憶もできるのだが、深いところまで言葉が入ってこない。そんな思いが拭えなくなる。つまり、言葉は認知できても、深く意味を認識できなくなるのである。そんな時は、絵を見に行くことにしている。すると、何の効用なのか、読書のための調律が整う。絵画の色彩や構図によって、心が整えられていく感覚がある。絵画の恩恵に気がついたのは、四半世紀ほど前のことだった。当時、私は全く本が読めなくなっていた。買うものといえば本しかないような男が本を手にしなくなっていた。はじめは多忙を理由にしていたが、気がついてみると、かつて本を手にするだけで感じられていたある手応えも消え去っていた。読書好きの人には伝わるのではないかと思うが、ある人たちは目だけでなく手で本を選ぶ。本を手にしたとき、その内容を読まずとも自分との関係を鋭敏に感じ取る。この本は今の自分に必要な何かを宿している。あるいは今読まなくてもよい。しかしこの本が必要になるときが必ず来る。そんな思いが内心から湧き上がるのである。だがこうして感触が全く失われていたのである。そうした本との関係が断絶することは、ほとんど生きがいを見失うような出来事だった。その時期はちょうど短期間に仕事上で栄達と転落を共に経験した期間であった。30歳を少し超えたばかりの時、想像できないような速さで昇進し、気がつけば地面に叩きつけられるかのような降格を経験していた。新規事業で子会社の経営を任され、その会社を実質的に倒産させたのである。仕事で失敗して過酷なのは後始末をすることではない。耐え難いのは自分の言葉への信頼が失われることである。何を言っても相手に受け止められない。そう感じられる日々が続いた。かつてだったら、こうした時も本を紐解き、道を探しただろう。高校生の頃からそうやって危機をしのいできた。あてもなく書店に赴き、言葉との出会いをひたすら待つ。だが、本を読めなくなっている時期は、書店にも行かなかった。ある日、何かに突き動かされるように美術館に駆け込んだ。会社の同僚には、ちょっと行ってくる、と言ったきりで、行き先も伝えなかった。伝えなかったのではない。自分でもどこへ向かっているのかわからなかったのである。息をついたのは、東京上野にある国立西洋美術館の常設展に足を踏み入れた時だった。その瞬間、絵画は不可視な水となって
乾いた魂を潤してくれた。むしろ、潤いを感じたことで、自分の魂が乾いていたことを知ったと言うべきなのかもしれない。プラトンにソクラテスの最後を書いたパイドンという対話集がある。そこでソクラテスは、哲学とは魂の世話をすることだという。プラトンの言葉が真実であれば、あの時期の私は全く魂を試みない日々を過ごしていた。知識や情報は視野を広くしてくれることもあるだろうし、自分を大きくしてくれると感じることもあるだろう。そうしたことを否定するつもりはないが、広い場所に出ることも自分が大きくなったように感じることも、魂の進化や潤いとはあまり関係がない。画家の岡本太郎が詩人で批評家でもあった宋左近を相手にピカソをめぐって語った対話の記録がある。そこで岡本太郎はフランスでセザンヌの作品を見た時の衝撃を次のように述べている。はっと驚いた。体が震え上がる思いだった。涙がポロポロ出てきて、我が人生、絵に感動したってことはほとんどないんだ。でも、あれには全身が圧倒されてしまった。岡本の涙は美術館を出ても止まらなかった。セーヌ川の岸をたどって歩く下宿までの道のりも涙を流しながら歩いたという。似た現象はピカソの生物画を見た時にも起こった。これだと思った。体中が熱くなって、その絵の前で心と体が爆発するような思いだった。と語っている。苛烈なまでに感動しながらも岡本はセザンヌやピカソを単純に褒めたたえたりはしない。この時出会ったのは優れた絵画ではなく自分自身である。それが岡本の実感だった。真の芸術は人間の心を震わせるだけではない。心の奥に眠っている魂を目覚めさせる。本を読めなくなっていた時、絵画を前にして私が経験したのも同様の出来事だったのかもしれない。見失っていたのは言葉との関係ではなく自分自身との関係だったのである。本質を問う生き方。10年ほど前のことである。正月の松の内も明けない頃、親友の神父と共に料理研究家の辰巳よし子さんの自宅に呼ばれたことがあった。伝えておきたいことがあるということで少し緊張しながら赴いたのを覚えている。美味しいというだけでは不十分な充実した手料理を食べた後、辰巳さんが心持ち強い視線で向こうを眺めるようにしてこう言った。若松さん、私はずっと何を食べるべきではなく、食べるとは何かを考えているの。この一言は私の全身を貫いた。その要因は今も感じることができる。料理は全くと言っていいほどできない私が、時間を忘れて辰巳さんと対話できたのは、辰巳さんが食べるというとき、ほとんど無意識に読むに、料理するというときは書くに置き換えても全く齟齬を感じなかったからだった。丁寧な仕事を得て生まれた料理は空腹を満たすだけではなく、空虚な心を満たすことがある。言葉にも同じ断りが生きている。手だけで書かれた文章は、ある時人を驚かすことがあっても、その人を生の深みに導くことはない。一方、どんなに素朴な姿をしていても、その人の生に裏打ちされた言葉は、予想をはるかに超える働きをすることがある。食べるとは何かを考えているという辰巳さんの言葉は、視野を広げるという類ではなく、視座を根本から
変えるものだった。何を食べるべきか、あるいはどんな本を読むべきかという問いには、あるものの名称、名詞が答えになる。しかし、食べるとは何か、あるいは読むとは何かという問いを前にしたとき、名詞的な回答はほとんど意味をなさない。そこには人間の参与が不可避的に必要になる。生きて、経験し、その上で語ることが求められる。知識や情報が価値となる大学のような場所があるのは理解できる。だが、それとは全く異なる価値に貫かれている世界も存在する。そこでは何を知っているのかということより、その問いを前にどう生きたのかがまず問われる。辰巳さんとの対話を得ても、食べるとは何かという実践は不十分のそしりを免れないが、読むとは何かの探求をやめたことはない。読むとは何かをめぐる詩は、歴史上に幾人かいるが、中でも最も深く教えられる一人が、二宮尊徳だ。二宮尊徳は農業改革者と紹介されることが多いが、同時に彼は独創的かつ新人な哲学を身に宿した思想家でもあった。彼は読むとは何かをめぐっても示唆にあふれる言葉を残している。古典はある人にとっては水となるが、多くの場合氷のようになっている。つまりそのままでは触れることもできないだけでなく、生の潤いになることはない。古典には解説書があるが、そうしたものも氷に連なるつららのようなもので、世を潤すに十分な水をもたらさない。氷となった古典を世の中に役立てるには、胸の中の温かみを持ってよく溶かして元の水として用いなければ世の潤いにならない。それが尊徳の読書法だった。さらに彼は溶かすべき心の温みがなく氷のままで用いて水のようなすと思うのは愚かの至りであると述べている。これは読むことだけではなく様々な場面における警告となるのではないだろうか。知ったことや出会ったこと、経験したことであっても、他人とそれを分かち合うためには、ひとたび心の温かみでそれを温めなくてはならないかもしれない。三つの印を感じ取る。天候とは、天がある状態にあることを指す。雨も晴れも天候であることに変わりはない。天候の候は、早漏とも読み、昔の人は自らのありようを示す言葉として、何々に早漏などと書いた。吉田兼好、吉田兼義のつれづれ草の109段に、過ちは安きところになりて、必ずつかまつることに早漏という一節がある。古文は直訳すると色あせた意味になりがちだ。私はこう理解する。過ちは大丈夫だろうと感じるところでこそ犯してしまうものでございます。このつれづれ草に限らない。古典と呼ばれる書物には、読んでいると胸が痛くなるような言葉が散りばめられている。誰かと一緒であれば、こうしたことは世に多くあるのだと笑っていられても、一人で言葉と向き合うと、伝わり方はまるで違ってくる。日頃試みなかった心の深部に言葉が届くのである。先ほどの一節の後にも、兼好は蹴鞠を引き合いに出して、安く思えば必ず落つとはべるやらんと書いている。蹴鞠では難しい場面より気を抜いたときに、鞠は落ちるというのである。ドストエフスキーや
漱石のような作家の作品を読んでいると、物語の場面がありありと心に浮かぶと同時に、自分の人生が走馬灯のように浮かび上がってくる、そんな経験をした人は少なくないのではないだろうか。同様のことは絵画や彫刻においても起こる。力を宿した芸術作品に触れ、一編の詩を読んだような気分になる人もいるだろう。読むという言葉は様々な場面で用いられる。私たちは本や心だけでなく、空気や時代も読む。ある場面や状況を前にしたとき、言語とは異なる目には見えない意味の現れをそこに読んでいるからだろう。漁業や農業に関わっている知人と話していると、天候を読むことが仕事の核心にあることがわかる。天候を読み間違えると、仕事が水泡に帰すばかりではなく、命に関わる事態にもなりかねない。この天候に似て、兆候という言葉がある。兆しと天候の候。同じ読みで、印と候で兆候。さらには、潮干狩りの潮と候で兆候とも書く。辞書を引くと、兆しの兆候と印の兆候にあまり差がないように書かれている場合もあるが、兆しと印は明らかに違う。兆しはほとんどの場合目に見えないが、印は本来は目に見えないはずの何かが人間に感覚可能な形で現れる現象を指す。例えば新約聖書において、印はイエスが行った奇跡を意味し、印ばかりを求める人間たちをイエスが静かに諌める場面も描かれている。潮干狩りの潮と候の兆候とは、干潮、満潮の時期であり、人生で言えば様々な潮時を指す。この三つの兆候、これを私たちは同時に感じる必要がある。そうでなければ、危機回避と現状認識、そして決断の時を見出せなくなってしまう。どれが一つでも欠けていると、大きく方向を見誤る場合も少なくない。兆しと印と潮、この三つの兆候を感じるのである。哲学者の高橋巌がドイツロマン派の画家フリードリヒに触れて、この画家にとって絵を描くとは見えないものを見えるようにすることに他ならなかったと述べている。同様のことは仕事の世界においても言えるのではないだろうか。仕事の本質もまた見えないものを見えるようにすること。教養のためなどではなく、良い仕事を続けるため、もっと美の遺産に学んでよい。そこにはしばしば言葉をはるかにしのぐ確かな意味が豊かに存在している。語り得ないこと。少し本を読もうと思ってカフェに入り、しばらくした時だった。ほとんどのものはお金で買える。でもね、そんな会話が聞こえてきた。パソコンがあればどこでも仕事ができる。そんな時代の常識に逆らうように、いつからか仕事は自分の机でするようになった。誰かと一緒であればカフェにも行く。しかし自分でも何が宿っているのかわからない胸の思いを言葉にするという仕事は、一人でいる時にしか行わなくなった。本を読んで書くのがなりわいである。けれども本を読むためにカフェに行くということも近年では全くと言っていいほどなかったから、カフェに足が向いたことに少し自分でも驚いていた。一息ついてページをめくろうとしたとき、先ほどの会話が耳に入ってきた。若い男性が女性に向かって、お金では買えない稀有なことを大切にしていると、自分の人生観を
熱気を帯びた言葉で語っていた。聞き流して本を読めばよい。近くで話している人の声が気になるようなら、カフェで本を読もうという選択自体が間違えている。私でもそのくらいのことは分かっている。だが、ほとんどのものはお金で買える、と語った男性の声を耳にしたとき、反射的に私の中で、それを強く拒む声がした。違う。むしろ逆だ。ほとんどのものはお金では買えない。あの男性の意図は理解できる。むしろ彼が語っていることの方が常識的でもあるだろう。頭ではそう理解しながら別の感情が湧き出るのを止めることができなかった。さらに言えば、ほとんどのものはお金で買えるという一言は、かつての自分が誰かに語った言葉のようにも感じられた。開いた本を閉じ、少し冷めたコーヒーを一気に飲み、カフェを後にした。ほとんどのものがどう存在しているのか、この問いへの答えは、その人の世界観を如実に示す。つまり、どのような世界に生きているのかを物語ることになる。例えば、この世界にあるほとんどのものは見えているのか、いないのか。海の下にあるもの、地中にあるもの、人間の肉眼では捉えられないものを含み込んで考えたとき、日常に私たちが目にしているのは、世界の一部というよりもほんのわずかであることがわかる。人間には犬ほどの嗅覚はないし、馬のように遠くの音を聞き分けることもできない。人間は世界に存在するほとんどのものを十分に感覚していない可能性もある。同じことは私たちの心の中をめぐっても言える。意識できることは自分の胸の中に宿っていることのごく一部に過ぎない。人は誰も内なる世界にもう一つの海を持ち、大地を宿している。心が波打つ、心に花が咲くという表現がそのことを暗示している。言葉で語り得ることもまたごくわずかである。ある時そう感じた。むしろ語り得ないこと、言葉足り得ないことによってこそ、人と人、人と世界はつながっているのではないだろうか。詩人のリルケは、詩人を志す若者に宛てた手紙で、語り得ないことをめぐってこう書き送っている。物事はすべてそんなに容易につかめるものでも言えるものでもありません。ともすれば世の中の人はそのように思い込ませたがるものですけれども、大抵の出来事は口に出して言えないものです。全然言葉などの踏み込んだことのない領域で行われるものです。それにまた芸術作品ほど言語に絶したものはありません。それは秘密に満ちた存在で、その生命は過ぎ去る我々の生命のそばにあって永続するものなのです。詩は言葉の芸術である。その作り手である詩人リルケが、芸術は言葉が届かない領域で行われるという。リルケの言葉はおそらく真実の一端に触れている。だが、言葉には不思議な働きもある。言葉などの踏み込んだことのない領域にぶち当たり、立ち上がってきた言葉は、言葉足り得ない意味を受け取る人に伝えるのである。先ほどのリルケの言葉に出会ったのは、妻が亡くなり、足を引きずりながら悲しみの谷底を歩いている頃だった。ほどなくして自分が探しているものは、どこにも売っていないことに気がついた。その探しているものが自分の人生を取り巻く意味と価値と重みのほとんどであることが何かに照らし出されるように
ありありと実感された。一人でいるとき私は一層強く亡き者たちの存在と助力を感じる。リルケは別の作品で詩を書くとは亡き者たちから言葉を託されることであると書いている。